火をつけたまま入れてしまうとどうしてもダマができやすいので、こうすることによって、辛みですね。辛みと香りを。そうですね、胡椒とかの辛みが飛んでしまうので、香りが飛んでしまうので、ダマになってしまうので、ここでしっかりとスープと絡めてあげます。皆さんこんにちは。今日大阪西天満に店を構えるミシュラン一つ星掲載店 S 澤田の澤田シェフにお越しいただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はどういったお料理ご紹介していただけますか？そうですね、今日はサンラータンメンというお料理を作っていきます。昔は本当にそこまでポピュラーじゃなかったんですけど、最近やはり辛い料理がクローズアップされたりとかですね、で本当にサンラータンメンってどこでもあるような、今コンビニストアでも多分弁当の庫内ですね、サンラータンメンがあったりとか、あとはその大手メーカーさんが、ね、その春雨ヌードルのそのサンラータンメン版とか、いろんなものを出しているので、本当最近では、ポピュラーになってきたお料理です。これは本当にお店によってですね、いろんな胡椒を効かしたりとかですね、ラー油を効かしたり、いろんな山椒を効かしたり、いろんな特色があると思うんですけども、どちらかというと、辛さは胡椒ですね、胡椒の辛さ、あとはですね、具をいっぱい入れてですね、その具を旨味をスープに出して旨味たっぷりなサンラータンメンを作っていきたいと思います。はい、まず今日材料はですね、まずメインの食材、エビですね。エビ、こちらはですね、殻付きのエビを殻を剥いてですね、片栗粉塩で洗って、あとはもう塩と胡椒、あとは片栗粉、下味をつけたものです。あとはこちらホタテの貝柱、あとはキニラ、白ネギ、キクラゲ、えのきだけですね。キニラはなければですね、他の普通のニラでもいいですし、なければないでも、全然構いません。あとはお豆腐ですね。こちら今日は木綿を使ってます。そしてこちらがパクチーですね。具材はこんな感じになります。はい。豆腐ですね。細切りにしたものですね。こういう深いものを入れていただいて、沸騰したお湯をここに入れるですね。ここで置いておきます。海鮮ですね。こちらを入れていきます。これはあまりボコボコさせたところではなくて、沸いたところに止めて、エビとホタテですね。さっとでいいと思います。感じですね。もうさっとですね。油をちょっと敷いていただいて、はい、ここにですね、豆花を入れます。火はどれぐらいの強さに今されてるんでしょうか？ですね、一応温めて油を敷いて、一応火を消してください。消すってことですね。はい、炒めていきます。こうすることによって、辛みですね。辛みと香りを。本当に弱火で大丈夫です。はい、じゃあ豆板が炒まったので、ここにですね、水ですね。で、あと沸かしていきます。沸いたらですね、ここにですね、具材ですね。白ネギ、あとはキクラゲ、すべて細切りにします。あとはえのきだけ、ガラスープの素ですね、入れます。そして醤油、紹興酒、そして、料理酒ですね。これはもうどんどん入れていってください。こちらたまり醤油、これは日本のたまり醤油とは違って、中国のたまり醤油なんで、全然なんですかね、多分日本でお刺身につけてるたまり醤油とはまたちょっと違った、どっちかというとなんですかね、カラメル感の強い香ばしいというか、そういう醤油ですね。なければその日本のたまり醤油で代用していただいてもいいかと思います。そして、先ほどの海鮮ですね。先ほどの海鮮です。そして豆腐もお湯を切ってかけます。ですね。
オフ。はい。もう一度沸かしてですね、これ火を止めます。火をつけた分入れてしまうとどうしてもダマができやすいので、火を消してから入れてください。そうですね。消して入れていく。では少しずつ入れていく方が。そうですね。はい、ダマになりにくいです。で一度やはり粉臭いので一度しっかりと沸かします。はい、一煮立ちしたら OK です。まずは胡椒。しっかりめ。しっかりめですね。あとは酢。こちら白いお酢ですね。白いお酢。こちら黒酢ですね。結構たっぷり入れます。サラダも酸味が、必要なので。そしてごま油。そして先ほどの黄ニラですね。これを最後に入れること。そうですね。胡椒とか辛み飛んでしまうので、香りが飛んでしまうので、最後に入れます。もう酢も同じですね。やはり入れてからボコボコしてしまうと。はい。でですね、ここに卵。卵を入れることによってまろやかになるので、卵ですね。あんまりもうがっつり混ぜない方が。そうですね。たっぷり。はい。こんな感じですね。優しく混ぜて、これで完成です。はい。はい。あとはですね、麺を入れていきます。麺は本当にお好みの麺を使っていただければと思います。今日は太めの麺を使ってます。もう普通に市販にされてる細い麺でも全然構いません。あとお子様が食べるときはやはりこの辛いところですね、豆板醤であったりとか辛い部分を抜いてあげて、その辛くないものをそのお子様に入れて、あとは大人はそこにですね、自分で胡椒とラー油を入れていただいたりとか、それで食べるとご家庭で、そうですね、お子様も、大人も楽しく、美味しくいただけるかなと思います。はい、それでは、いきます。じゃあですね、ここでいいですか。水はしっかり切ってください。下ですね、これに入れます。入れていきます。一応ですね、これで麺をほぐします。すごくいい香りがしますね。ここで麺をほぐさないとですね、ダマになってしまうので、ここでしっかりとスープと絡めてあげます。全部一気に入れては少しそうです。入れてからはい、ちょっと、はい。そしたらパクチーですね。ここはラー油ですね。はい。澤田流サンラータンメンの完成です。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!